あなたはホームレスとなり暴力と罵声を浴びせられる生活に耐えられますか。2005年12月16日スペイン・バルセロナ。深夜住宅街に佇む ATM から男たちの笑い声が漏れ聞こえていました。くっせえなババア。男たちが罵倒していたのは ATM の片隅で段ボールを敷いて寝ていたホームレスの女性。彼女の名はマリア・デル・ロサリオ・エンドリナル。どうして私がこんな目に。悔しさに涙を浮かべる彼女はもともと語学堪能で優秀なエリート。その人生の末に路上生活が待っているなどとは夢にも思わなかったのです。そして悲痛に顔を歪めるロサリオをよそに男たちが運んできたのは何かの液体が入った大きな容器。その容器には火気厳禁の警告が書かれていました。輝かしいエリートからホームレスへ転落した女性。最後に彼女を待ち受けていたあまりに悲惨な運命とは。その人生を狂わせたのはたった一度の甘い誘いだったんです。おそつけんちゃんです。みやみやみこって春になるとさ、花粉すごいじゃない。あなた困ったことある？花粉症で。怖いんだけど、俺花粉症じゃないと思ってたらめちゃくちゃ普通に花粉症だったの。何その話。アレルギーです。ああ、でも困ってはないんだ。困ってはない。困ってないと思い込んでるかもしれない。ポジティブで殺してる説ある。それは殺せないと思うんだけど、本当にひどい人ってもう涙が止まらなかったり、それはね、痒くて痒くてで鼻水が出てしょうがない。大変だね。本当に完全防備になる人増えてるじゃない。もうサングラスしてマスクしてなんかパーカーかぶってみたいな。でも注射もね1ヶ月しか持たないし、満単位のお金がかかるからね、大変らしいので、私のお友達がすごい困ってるから、なんかもう花粉症のおすすめ対策みたいなのね、みんなに教えてほしいなって思って。なんかある？あなた。なんかワセリンとか塗っとけんじゃない？本当にそれ効くの？いや、わかんない。私が知ってる限りだとね、花粉症に効く化学成分が入ったお茶とかあったりする。だからみんながそういうもの知ってるかって思ってね、教えて。今回はスペインのバルセロナで起こった凄惨な殺人事件をご紹介します。これホームレスの女性たちが深夜徘徊していた不良少年たちに焼き殺されてしまったというね、本当にひどい事件です。いや、不良はね、なんかその暴力っていうイメージがつきものだけど、焼き殺すっていくらなんでもやりすぎよ。もうこの不良たちはね、ホームレスは人間だと思ってなかったってことなんですよ、これ。ATM の片隅で怯えていたその女性は、かつてはホームレスになることすら想像できない華々しい人生を歩んでいたんです。どん底まで落ちた人生。2005年12月16日スペインカタルーニャ州バルセロナ。深夜1時半頃、高級住宅街に佇む ATM コーナーに2人の若い男が入ってきました。おい見ろよ、こんなところで寝てやがる。くっせえな、蹴っ飛ばしていいか。室内へ足を踏み入れると同時に声を上げた男たち。彼らはリカール・ピニジャ・バルネスとオリオル・プラナシモ。18歳の2人の視線の先には室内に段ボールを敷いて寝ている中年女性の姿が。リカールたちはそのホームレス女性を指さし大笑いしだしたのです。おらおれ。言葉だけでは飽き足らず女性の体を蹴り始めた2人。その後2人は一度出て行ったかと思えば、近くのゴミ箱から見つけてきた生ゴミやペットボトル、工事現場の三角コーンなどを手にまた ATM へ戻ってきます。彼らは容赦なくそれらを女性の体に叩きつけました。そして15分ほど暴れた後、2人はさらなる武器を求めて再び外へ。女性はその隙に慌てて立ち上がりドアに鍵をかけたのです。開けろよこら。しばらくして戻ってくると、開かないドアを前に土星を張り上げるリカールたち。ドアを必死で押さえながらも女性の目からは涙が溢れ出していました。なんで私がこんな目に。その涙は恐怖によるものではなく、過去の自分からは想像もできないほどに落ちぶれてしまった人生への後悔から溢れたものだったのです。時は遡り1991年、バルセロナで暮らす37歳の女性マリア・デル・ロサリオ・エンドリナルはテレビを前に得意げに微笑んでいました。ママすごいね、ドラマになっちゃった。嬉しそうにはしゃぐ11歳の娘。画面には嵐の海の中、家族を守るために奮闘するロサリオの姿が映されていました。それはこの少し前、家族でヨットクルーズに出た際の彼女の行動を模した再現 VTR。 家族がパニックになる中、冷静に救難信号を発信し全員の命を救ったロサリオは番組に特集され、本人役でその映像に出演したのです。学生時代から成績優秀だったロサリオは頭脳明晰で語学も堪能。得意のフランス語を活かし、フランス系大手スーパーチェーンの重役秘書として働いていた彼女は文字通りのエリートでした。弁護士の夫と可愛い娘に恵まれ、温かな光が差し込む新築マンションの最上階の部屋で誰もが羨む優雅な暮らしを送っていたロサリオ。その人生には何の曇りもないように見えていました。このロサリオって女性が何？ ATM
ATM でめちゃくちゃ暴力を受けてた女性なわけ、めちゃくちゃエリートじゃないのよ。いや、ほんとそうなんですよ。当時のね、スペインの中では女性としてはかなり高級鳥の方だったらしいんです。しかし彼女の運命は一人の男性との出会いによって変わってしまうんです。1995年、何不自由ない暮らしをしていたロサリオは夫に対し唐突にこう切り出しました。ごめんなさい、あなたとはもう一緒にいられないわ。彼女は夫とまだ14歳の娘に別れを告げスペインを後にしました。それは勤務先の重役ジャンから次のようなオファーを受けたため、パリに来なよ、君にふさわしい仕事があるんだ。しかしいくら仕事上で飛躍できるチャンスだからといって家族を捨てる選択までする必要があるでしょうか。そう、実はロサリオがパリへ向かったのは仕事の都合だけが理由ではありません。本当の理由は重役のジャンと不倫関係にあったから。愛する男性からの誘いとパリのきらびやかな街並みに惹かれた彼女に迷いはありませんでした。ところが皮肉なことにロサリオはこの時パリ行きを選んでしまったばかりに人生を踏み外してしまうのです。それは新天地に到着して間もなく重役のジャンにコカイン漬けにされたから。最初こそジャンが言うならとコカインを吸い始めたロサリオ。すると彼女はみるみる依存状態となっていき、ついには仕事も解雇されてしまいます。そして重役のジャンは残酷にもここでロサリオを見捨てました。お願い、私を捨てないで。ボロボロの状態ですがりつくロサリオを気にも留めず彼女と暮らしていた家を出て行ったジャン。ロサリオはその後何度もジャンに電話をかけ手紙を送りましたが、それらは全て無視され彼女は異国の地で一人になってしまうのです。いや、気の毒だけどさ、夫と娘をほったらかしてさ、海外に不倫旅行に出かけたわけでしょ。自業自得じゃない、そんなの。そうなんですよ。こうしてロサリオはスペインへ戻るんですが、家族が彼女を受け入れることはなかったんです。仕事もクビになり重役のジャンにも捨てられてしまったロサリオは逃げるように故郷のバルセロナへ。しかしそこに彼女の居場所はありませんでした。夫はロサリオが不在の間に離婚を成立させ娘の親権を獲得。パリに渡って以来娘と一度も連絡を取っていなかったロサリオに文句を言える義理はありませんでした。またロサリオの両親や親族も夫と娘をほったらかしてパリへ向かった彼女に激怒。ロサリオは母親に何度も謝罪しどうにか実家に入れてもらいますが、重度の薬物依存の彼女がそこで普通に暮らしていけるはずもなかったのです。もう耐えられない、出て行って。こうして46歳の頃ロサリオは実家を追い出されホームレスに。初めて路上で夜を明かした日、ロサリオは高価なミンクのコートをまとい眠りにつきました。裕福だったかつての生活の名残だったそのコートはたった一晩で盗まれてしまいます。薬物を欲するも買うお金がなく安価なワインに溺れて過ごす日々。長年の依存症で多くの歯が抜け落ち、路上のトラブルで傷だらけのその顔には優秀でテレビ番組にも取り上げられた以前の面影はみじんもなくなっていました。それでも彼女はかつてはエリートだったというわずかなプライドにしがみつくかのようにホームレスが集まる場所を避け高級住宅街の ATM を寝床にしたのです。いや、改めてほんと薬物って人生を壊すわよね。ここまで落ちるの珍しいわよ。これ社会福祉士がね、年金をもらえるように手続きしてくれたんですけど、それも全部アルコールに変えていたみたいなんです。そして彼女のように一度孤立してしまうと人間関係の面でも精神的な面でもね、また社会復帰するっていうのは非常に困難とされてるんです。というわけで本日のメトラキーワード、ソーシャルエクスクルージョンについて。ソーシャルエクスクルージョンとは、個人が家族や雇用、教育などあらゆるつながりを断たれ社会から完全に切り離されてしまう状態。一度この状態に陥ると社会から見えない存在となり自力での再起が極めて困難となります。再起が困難になるのは人間関係だけではなく、ホームレスの多くが精神的にも病んでしまうため、人間が社会から拒絶された際に感じる心の痛みは脳内で肉体的な痛みを感じる部位と同じ領域を刺激し、時に精神疾患に発展します。欧州ホームレス連盟の調査ではホームレスの約 30% から 50% が精神疾患を抱えていることが判明。彼らは元から病気だったわけではなく、社会から排除されたストレスによって後天的にうつ病や PTSD を発症しているのです。もともとアルコールと薬物依存を抱えていたロサリオがこの状態に陥れば精神状態は絶望的でした。落ちぶれてしまったね、ロサリオっていうのは、それゆえね、ATM にやってきた不良少年たちに目をつけられてしまったのです。彼女はね、一度その難を逃れるんですけど、少年たちはね、さらなる罠を仕掛けてくるんです。落とし穴。2005年12月16日、18歳のリカールとオリオルに暴行を加えられたロサリオは、彼らが一瞬 ATM から出た隙に内側から鍵をかけました。ロサリオが必死にドアを押さえていると、2人はすぐに諦めて去っていったのです。バーカ、ずっとそこに閉じこもってろよ。捨て台詞と共に去っていく2人の様子に安堵したロサリオは再び段ボールの上で眠りにつきました。そして
リカールとオリオルがいなくなってから約3時間後の明け方4時21分、ロサリオが眠っていた ATM の室内にノックの音が響きます。ロサリオが顔を上げると ATM のガラスドアの前には一人の少年が立っていました。ロサリオに向かい ATM を使いたいとジェスチャーを送るその少年。ロサリオはゆっくりと立ち上がりドアの鍵を開けました。そして室内の ATM 機へ向かう少年を横目にロサリオは再び眠りについたのです。その少年がリカールたちの仲間だとは知らずに。少年が ATM から出て行った数分後、ロサリオは自分を取り囲む男たちの気配に気づきました。そこに立っていたのはリカールとオリオル。そう、先ほどの少年はロサリオに ATM の鍵を開けさせるためのおとりだったのです。さっきはよくも追い出してくれたな。リカールたちの手には工事現場から盗んできた硬いプラスチックラップの芯が。彼らはそれを容赦なくロサリオめがけて振り下ろしました。段ボールの上で必死に体を丸め身を守ろうとするロサリオ。リカールとオリオルの後ろでは先ほど ATM を使いに来た少年フアン・ホセが笑みを浮かべていました。もうやめてお願い。とアルジエが働くやつらね、もうそりゃね、知らない顔の子に ATM 使いたいって言われたらそれは鍵開けるわよ。リカールたちがいなくなってからね、3時間も経ってるんで、まさか同じ奴らのね、仲間だとは思わないんですよ。そしてね、ロサリオにとっての本当の地獄っていうのはここからだったんです。最悪の幕引き。リカールとオリオル、フアンの3人はロサリオにしばし暴行を加えた後 ATM をまた出ていきますが、それは決して地獄の終わりではありませんでした。彼らがいなくなったと思ったロサリオがドアの鍵をかけようと立ち上がると、そこでは見張り役としてオリオルが仁王立ちしていたのです。問題はリカールとフアンがなぜ見張り役を一人残しその場を離れたかということ。彼らはしばらくすると重そうな容器を抱え ATM へ戻ってきました。いいもん見つけた。そう言ってフアンが見せつけたその容器には火気厳禁の警告マークが。その容器にはアセトン、トルエン、メタノール、キシレンなど引火性の高い化学物質が含まれた5リットルの溶剤が入っていたのです。不気味な容器を持ち出した3人に詰め寄られ、ロサリオは ATM の隅でただ震えていた。あれ、容器の中身をロサリオめがけてぶちまけるフアン。その瞬間、鼻をつく薬品の匂いが部屋中に充満した。液体を巻き終えたフアンはオリオルが閉じないように押さえていたドアから駆け足で外へ飛び出した。そしてフアンが ATM を出たのを確認したリカールは薬品でずぶ濡れになったその床に加えていたタバコを投げ捨てた。火のついたタバコの落下とともに ATM の室内に轟音が響き渡る。一瞬にして400度を超える灼熱に変わったその部屋の中でロサリオは声にならない声を上げもがき苦しんだ。薬品を直接浴びせかけられたロサリオの衣類や皮膚は燃料そのものとなり、巨大な火柱となって激しく燃え続けました。その後も少し離れた場所から燃え盛る ATM を眺めていたリカールたち。彼らは苦しむロサリオを散々に嘲笑った後、また何事もなかったかのように夜遊びの続きへ戻っていったのです。いやもうちょっとこいつら狂ってるわよ。人間が燃えてる姿なんて笑って見てられないわよ普通。リカールたちはね、ロサリオを人間と思ってなかったんですけど、もう僕らからしたらね、リカールたちの方がよっぽど人間じゃないですよね。リカールたちが去ってしばらくすると近隣住民からの通報で消防隊が駆けつけますが、あまりの高温で ATM の金属製ドアが溶けてしまい開けることも叶いません。一刻を争う事態に消防隊員は斧でガラスを粉砕。救出されたロサリオは全身から煙を上げながらも朦朧とする意識の中で消防隊員に自分の名前を告げたといいます。マリア・デル・ロサリオ。彼女はすぐに病院へ搬送されますが、全身の 70% に重度の火傷を負っている状態。加えて爆発した薬品に含まれていた有害な化学物質を大量に吸い込んでおり、もはや助かる見込みはありませんでした。こうして医師の検討も虚しく、事件から約28時間後の12月17日午前9時40分、ロサリオは低血圧性ショックと多臓器不全によりこの世を去ったのです。ホームレスの女性が ATM ごと燃やされるというあまりに残酷な事件に対し、警察は迅速な捜査を実施。 ATM の防犯カメラ映像から犯人のリカールたちはすぐに身元を特定されます。事件から2日後の12月18日の深夜、リカールとフアンはパーティー会場で踊っていたところを逮捕。オリオルはバルセロナを離れていましたが、警察に協力した友人に呼び出され翌日逮捕されます。裁判においてリカールとオリオルはタバコは偶然落ちたと話し、殺意はなかったと弁明。彼らは自分たちは見ていただけと主張し、未成年のフアン一人の犯行だとフアンに罪を押し
つけようとしました。しかし捜査過程で2人の携帯から今回の犯行と同様にホームレスに暴行を加える動画がいくつも見つかっており、彼らがホームレスへの悪意を持っていたことは明らか。退屈しのぎで放火殺人を犯した2人には殺人器物損壊の罪で懲役17年の判決が下されたのです。犯人グループで唯一未成年だったフアンは未成年者の最高刑である8年の施設収容と5年の保護観察処分に。その後11年の服役を経て2016年に釈放されたリカールはインタビューでかつての嘘を認め、意図的にタバコを投げ入れたことを認めています。順風満帆な人生を歩んでいたはずが、不倫をきっかけに転落の道をたどり、最後は焼き殺されてしまうという悲惨な結末を迎えたロサリオ。プリンストン大学のスーザン・フィスク氏によれば、ホームレスを見た際、人間の脳は瞬時に無価値な存在とみなし、物体を見た時と同じ部位が活性化するといいます。リカールたちのように残虐行為に及ぶのは言語道断。しかし理屈だけで言えば、私たちの中にも意図せずホームレスの人々を見下す心理があるというのです。あなたは困っている人を見た時、相手によらず手を差し伸べられますか？それとも落ちぶれてしまった本人にも責任があると思うでしょうか？おっそす！この度ですね、僕が運営しているシーシャバーシュメルの新しいね、メンバー募集をね、行いたいと思います。本当にありがたいことに、オープンからね、半年以上経ってね、お客さんも増えてきたんで、この度ね、2名限定ではあるんですけど、新しくね、メンバーを募集したいと思います。でですね、働く環境なんですけど、C 社歴ね、10年以上のね、メンバーの教育体制っていうのも整ってるんで、基本的にはね、未経験でも OK です。経験者だったらね、なおさら嬉しいんですけど、ただね、我々お客様にちゃんとしたレベルの C 社を提供したいので、未経験の場合は研修期間っていうのがしばらくあるんですけど、それをご了承いただければと思います。あとはね、働く環境としてはアンティークとジャズの空間で C 社を据えるっていうね、そういう素敵な空間で働けますっていうところと、あと、恵比寿駅の日比谷線4番出口からね、徒歩10秒っていうところで、雨の日でも割と通いやすいんじゃないかなっていうところです。あとは髪色とかネイルとか髭とかピアスっていうのは基本的には自由なんですけど、清潔感とか業務に支障がない範囲であれば OK ですっていうところで、ここもね、迷う方いたらね、ぜひご相談いただければと思います。で、求める人物像みたいなところなんですけど、何事も前向きに考えてね、物事に取り組める方っていうところと、あと新しい挑戦などを積極的に行える方。あとは最高の空間をね、作り上げて、シュメルのね、場を盛り上げて、お客さんに価値提供したいなって思える方。あとはシュメルの、理念に共感できる方っていうところで、いろいろあるんですけど、詳しくはね、概要欄、固定コメントのね、ウォンテッドリーのリンクから応募していただければと思います。最初のね、面接はね、メンバーがやらせていただいて、二次面接はね、僕がね、直接ね、させていただくんで、ぜひぜひね、応募いただいてね、ぜひ一緒にシュメルでね、働ける方と出会えたら僕も嬉しいんで、迷ったらまずはね、応募していただければと思います。というわけでね、引き続き、シーシャバシュメル、そしてアルゴメトリをよろしくお願いします。